しじゃ、不気味度を魅力じゃ。今回は、プレイステーションのシューティングゲーム、アインハンダーをプレイしていくのじゃよ。本作は、ファイナルファンタジーなど RPG を得意とする、スクエアが手掛けたシューティングゲームとして話題になったのじゃが、あまりセールス的には振るわなかったこともあり、知られていないタイトルじゃ。しかし、元コナミでプラディースを手掛けたスタッフが開発に参加し、RPG で定評のある徹底した世界観づくりと優れた演出、そしてその戦略性の高さは、まさにプレイステーションオリジナルのシューティングゲームとしては屈指の名作だとわしは思うのじゃよ。この動画では、そんなアインハンダーの魅力が少しでも伝われば何よりじゃ。本作は1997年11月20日にスクエアより発売されたプレイステーション用タイトルじゃ。ジャンルとしては横スクロール形式のシューティングゲームじゃ。例によってスーパープレイではないが、一応本作のポイントであるシークレットボーナスをすべて獲得するようにしていくので、まあそれなりにきっとプレイの役に立つかもしれないのじゃ。もちろん、ネタバレ上等なので、未プレイの人はそのつもりでな。それでは、まずストーリーの説明じゃ。舞台は人類が月面に都市を建設し、移住するようになった2245年。独立を求める月面都市国家セレーネと、あくまで宇宙での権益を守ろうとする地球の連邦国家ゾードムの戦争は、半世紀以上の長期にわたって続いていた。技術力では勝るも戦力で劣るセレーネは、引き衛星ヒペリオンが発案した少数からなる新型の戦術戦闘機の特別攻撃部隊による奇襲降下作戦を実施する。マニピュレーターで武器弾薬を強奪しながら自殺行為とも思える勇猛な戦闘活動を行うその戦闘機を、ゾードム軍は、一本の腕、つまり、アインハンダーと呼んで恐れた。2245年12月12日。この日、3機のアインハンダーが帝都の強行偵察のため地中に降下した。それは、アインハンダーによる最後の降下作戦となった、といい感じじゃな。このゲームの特徴は、その名の通り、次期のマニピュレーター、つまり腕じゃ。セレーネ軍もゾードム軍も、マクミラン社と一企業の規格を使用しているらしく、敵の武器、ガンポットを奪い取って使うことができる。ガンポットは様々な種類があるが、いずれも弾数には制限があるのじゃ。通常ショットは弾数制限こそないものの非常に弱いので、敵からガンポットを奪いつつ、その弾数も意識しながら使いこなしていくというのが、このゲームの戦略的な奥深さであり、面白さなのじゃ。これに加えて、特殊な条件を達成すると得られるシークレットボーナスや、連続して一定時間内に敵を倒すことで発動するスコア加算ボーナス制で、ハイスコアを狙う楽しみもあるのじゃ。ただ、短期制でコンティニュー回数に制限があるので、割とがっつり覚えゲーで難易度は高めじゃな。では早速始めていくのじゃ。まずは時期選択じゃ。ストーリーの通り、最初は3機が選択可能じゃ。このエンデュミオン FRS Mark II は一番このゲームでベーシックな機体じゃ。3つのガンポットをストックすることができ、通常ショットの機銃とガンポットの2種類のショットを同時に使うことができる。ガンポットを状況に合わせて切り替えることもでき、アインハンダーの基本的な面白さが楽しめる機体じゃ。続いて、エンデュミオン FRS Mark III は未熟なパイロットでも使えるよう Mark
2をより簡略化し、通常ショットの機銃を2連装にして強化。ガンポットはストックも含めて一つのみとした機体じゃ。一見初心者向けで、説明書にもそう書いてあるのじゃが、実はガンポットが一つしかないので状況に応じての切り替えができず、むしろ難易度が上がるので上級者向けという罠がある機体なのじゃよ。そして3機目はアストライヤー FGA マーク1。こちらはガンポットを同時に2つ使用することができる。ストック数は2つのみじゃが、通常の機銃と合わせると3つのショットを同時に使用できるといった火力重視の機体じゃ。ただ、それだけガンポットの種類や弾数といったリソース管理が複雑になるので、まさに上級者向けの機体じゃな。この他にもシークレットボーナス獲得などで入手できる隠し機体もあるのじゃが、今回は一番アインハンダーらしさが楽しめるエンゲミオン2でプレイしていくのじゃよ。機体を決定した後は、初期装備のガンポットを選択することができる。ただし、ここには過去のゲームプレイで入手したことがあるガンポットが表示されるので、初めてプレイする場合は初期装備のガンポットはなしで、通常ショットの機銃のみでスタートすることになる。ガンポットの種類は全部で12種類と多いが、ジュノーやフラッシュ、モスキート、パイソンはいわゆるレア武器というやつなので、実質的には8種類と思ってもらえればよい。しかも、汎用性が高いのは3、4種類くらいなので、そんなに怖がらなくても大丈夫じゃ。ただ、それぞれ取得時の弾数も違うので、ステージの状況に合わせてどのガンポットを奪い、どのガンポットを使うのかが、本作では非常に重要なポイントになるのじゃ。今回は、できるだけ初期プレイに近づけるため、ガンポットの初期装備はなしで、マニピュレーターでスタートしていくのじゃよ。では、前置きが長くなってしまったが、いよいよステージ1から始めていくのじゃ。ステージ1はいきなりゾードムの本拠地であるテートへの強行偵察じゃ。左下にストックのガンポットとその弾弾数、および現在どのガンポットを使用しているかが表示される。今ちょうどバルカンを取ったところじゃな。一部の敵キャラの武器ユニット部分を破壊することでガンポットが奪えるのじゃ。各ステージにつきシークレットボーナスが3つあるのじゃが、実はもう始まっている。ステージ開始からここまでの雑魚を全て破壊していないと、ここのカノンを持った敵とワスプを持った敵が出てこないのじゃ。まずこの2機を出現させて倒しておくことが2つ目のボーナスの条件の一つとなる。そしてここの斜めスクロールの場面で破壊できる看板を全て破壊すると1つ目のシークレットボーナスじゃ。ボーナスが取れると中央下にこのように表示が出る。このライオットを持った敵を倒すと出てくるバスクを持った赤い敵の撃破で2つ目のシークレットボーナスじゃ。雑魚キャラに加えて合計4機を倒す必要があるわけじゃ。ステージ1からいきなり条件が複雑でびっくりじゃな。次はオープニングにも登場したステージ1の中ボスグライティが登場じゃ。変形がかっこいいのじゃよ。そしてこのブライフの下半身のエンジン部分だけを破壊して倒すことがシークレットボーナスの3つ目となる。全面走行が硬いのでダメ攻撃ができて威力も高いライオットが最適なのじゃよ。よし、これでステージ1のシークレットボーナスは3つともゲットしたのじゃ。このように普通にクリアするだけでなくシークレットボーナスを取ろうとするとステージ1からいきなりめんどくさいというか難易度が跳ね上がるのじゃよ。
ちなみにブライフをこの倒し方で撃破すると、この後のルートが若干分岐する。一見反映しているように見えるテートの地下に潜入していくのじゃ。なんと地下には過去の戦争で壊滅した都市があり、このテートはその廃墟の上に建設されたことがわかるのじゃ。ガンポットのストックが3つとも埋まっている場合、新しく取ったガンポットはその時に使用しているガンポットに上書きされる絵に勝手に切り替わってしまう。なので、どのガンポットを残すのかを常に考えながら、かつ間違ったガンポットを取らないよう切り替えつつ敵と戦わないといけないのじゃ。弾弾数も意識しないとじゃな。この画面に合わせた BGM の切り替わりが素晴らしいな。なんと一つのステージで3から4種類の BGM が用意されているのじゃ。ガンポットは上下に装備位置を切り替えることができ、若干武器の特性も変わってくる。敵の種類や場面に合わせてガンポットの自分なりのパターンを作っていく戦略性の高さがアインハンダーの特徴なんじゃよ。ここからはいよいよステージ1のボス戦じゃ。ドードムの公用語はドイツ語らしく、兵器名や音声もドイツ語なのばいかすな。ボスはテートの番犬と呼ばれる超重歩行戦車ドラッテじゃ。この銅の花みたいな部分を破壊してからの変形もスムーズじゃな。アングルの切り替えによる演出も自然で迫力があるのじゃ。バルカンの段数がなくなったのでバストを使うのじゃ。バストは上部に装備することで画面の奥も狙える誘導弾になるのじゃよ。上のレーザー砲と本体を同時に破壊したのじゃ。ボスを倒した後のこういう細かい動きの演出がいいんじゃよ。Received telegram from Conduct Satellite Hyperion. Order the following operation. The armor train 月衛星ヒペリオンから次の攻撃指示じゃ。ドードムがドイツ語なのに対してセレーネは英語という設定じゃ。そしてすごいのが全く読み込み時間を感じさせずにシームレスに次のステージに進むところじゃ。この辺りはまさにスクエアの技術力の高さを感じさせるな。さてステージにもシークレットボーナスが3つあり、そのうちの1つが早速最初にある。この茶色の UFO みたいなのをできるだけ素早く倒すと3つ目に赤い UFO が出てくる。これを倒せば1つ目をゲットじゃ。ただし茶色の UFO を倒すのに手間取ると赤いのは出てこないので注意じゃ。この後のシークレットボーナスは列車の砲台を一定時間内に8機以上破壊すればいいのじゃが、かなりシビアなので取る場合はしっかり自分なりのパターンを作る必要がある。まずは最初の砲台エリアじゃ。必要なガンポットはしっかり取りたいところじゃが、切り替えに手間取るくらいなら諦めて破壊に集中した方が良いかもじゃ。取りたくないのに取ってしまう場合もあるんじゃよね。なんとか2つ目のシークレットボーナスをゲットじゃ。
アンテナが回っている司令塔部分を破壊してしまうとエリアが進んでしまうので気をつけるのじゃ。本作の BGM はテクノやフュージョン、ラップにオペラと非常にジャンルが広く、ボーカルも取り入れつつも画面に合わせた変化でアインハンガーという作品の雰囲気を非常にうまく作り上げている。作曲を担当した福井圭一郎氏は元コナミで不景派クラブにも所属し、サンセットライダーズやゼクセクスの作曲を手掛けていたといえばまさに納得じゃ。ぜひこの後も音楽にも注目してほしいのじゃよ。ちなみに気がついた人もいると思うが、左下にあるゲージはヒットゲージじゃ。連続して敵を倒すことでゲージがたまり、スコアに倍率補正がかかるが、敵を倒さないとゲージは減っていく。最大で16倍になるので、この16倍を維持し続けることでハイスコアが狙えるのじゃ。正直ガンポットのリソース管理をしつつシークレットボーナスも確保して敵を倒しながらヒットゲージの調整するとかわしには無理じゃ。さてもうすぐ3つ目のシークレットボーナスとなる2回目の砲台エリアじゃ。こちらは砲台だけでなく他の敵からの攻撃もあるのと1回目に比べると余裕がないので砲台の出現順を覚えて無駄のない動きが求められる。わしもここは何度やり直したか考えたくないくらいじゃ。なんとか3つ目のシークレットボーナスも取れたのじゃよ。バルカンは上装備だと架線が通常ショットと同じになり、下装備だと少し斜め下に架線が行くようになる。これも状況に応じて切り替えていく必要があるのじゃ。続いてはステージ2の中ボスじゃ。砂漠用の重ホバー戦車のバルネール、ボエビという意味らしい。まあ見た目のままじゃな。ハサミ部分から出てくるショットとこの体当たりと初見殺しなんじゃよ。しかし覚えてしまうと割と単純な動きなので、このスピード感のあるバトルを楽しめる余裕が出てくるのじゃ。このゲームはいわゆるバリアはないのじゃが、ガンポットがある程度敵の攻撃を防いでくれる。あまり攻撃を受けすぎると壊れてしまうので、あくまで非常手段じゃな。ステージ1のボスもそうじゃが、ダメージを与えるとパーツが壊れて、それによって敵の攻撃パターンが変わっていくのが良いんじゃよ。今度こそ倒したのじゃ。かなりガンポットの弾数は余裕が出てきたのじゃ。ラストは誘導性能が便利なのと、カノンは攻撃力も高く貫通力もあるので残しておきたい。バルカンはまあ通常ショットだけよりマシという感じじゃ。今バルカンが赤くなっているが、これはダメージを受けすぎていて次に攻撃を受けると壊れる状態じゃな。バルカンのガンポットを取ることである程度は回復するのじゃが、肝心のバルカンが出てこないといい。こういう奥からの敵を倒すのにはガスクの上装備で使えるホーミングが非常に有効じゃ。この辺りの BGM も良いな。ソリッドな感じが近未来感を出していて、アインハンダーの世界観にやってると思うのじゃよ。
いよいよステージ2のボスじゃ。ここはカノンの下装備に切り替えて効果力を前方に集中するのじゃ。ちなみに家装備だと斜め上に発射するようになる。ステージ2のボスは戦闘機関車スピンヌじゃ。雲という言葉の通り4本のアームにガンポットを装備し、レーザー砲まで撃ってくるなど多彩な攻撃パターンがある。この炎を出してくるアームが厄介なので優先して破壊しておきたい。人は隙を狙って中心のコア部分をひたすら攻撃するのじゃ。アーム部分を破壊するとガンポットが出てくれば、これは無理に取りに行かない方がいい。この青いリング状のビームは中心を抜けることもできるのじゃ。無事に撃破じゃ。ステージ1もそうじゃが、この斜め後ろに敵の爆発を見ながらクリアするのがかっこいいな。Artificial satellite space is monitored ahead. Based on high energy reaction, it is assumed to be なんとか敵の列車は破壊したものの、トンネルの出口も塞がれてしまったので、このまま敵基地に突入じゃ。ステージ3は敵基地内に侵入ということで、まずは地下方向へのスクロールじゃ。例によって最初にシークレットボーナスがあるのじゃが、ここで出てくる敵を素早く倒していく必要がある。画面の奥から来る敵にはワスプじゃな。ポットを補充しつつ素早く倒していくと、画面の右端にこの赤い敵が出てくる。こいつを倒すと1つ目のシークレットボーナスじゃ。ここまでの敵を素早く倒すことがポイントじゃな。下まで降りたところで中ボスの登場じゃ。中ボスは4脚型の地上戦車月光じゃ。ドイツ語でヤモリという名前の通り、天井や壁を自在に移動しながら攻撃してくる。そしてここもシークレットボーナスがある。あまりはっきりした条件はわからんのじゃが、上下に登場する緑と赤のタコキャラをすべて破壊すれば2つ目のシークレットボーナスをゲットじゃ。とはいえ中ボスと戦いながらというのはなかなかきつい。この月光は7種類のレーザー攻撃を操る多目的レーザー砲が特徴じゃ。誘導レーザーだけでなくザコキャラを使っての反射レーザーみたいな攻撃もあるのじゃ。この赤い敵を倒して2つ目のシークレットボーナスもゲットじゃ。
合で避けまくってなんとか倒したのじゃよ。ただ爆発するのではなく、地下に落下してから爆発するなど、ボスキャラそれぞれの撃破パターンに個性があるのがいいな。さて、ここからさらに加工していくわけじゃが、3つ目のシークレットボーナスじゃ。この上の柱みたいなやつからタコキャラが出てくるのじゃが、4機セットで出てくるので、まずは確実に全部倒す。ここでも画面奥が狙えるワスプが有効じゃ。あとは柱本体にも少しダメージを与えておくと良い。4機セットが出てこなくなり、2機セットになったら柱本体を破壊する。柱本体を破壊すると雑魚キャラのパーツを大量に落としてくるので、これを一つも漏らすことなく全て破壊する。ここもワスプが良いと思う。全て漏れなく破壊すると3つ目のシークレットボーナス達成じゃ。達成するとフラッシュというレアなガンポットが手に入る。ここは油断していると後ろからステージ3のボスが突っ込んでくるので注意じゃ。ガンポットをしっかり補充してボスとの戦いに備えるのじゃよ。ステージ3のボスは鉱山用の掘削車両を改造した戦車グスタフ。三角形の無限軌道が戦車っぽいな。狭いエレベーター内での戦いで、しかも超電磁ヨーヨーを使ってきたり体当たりもしてくるのが厄介なのじゃ。この超電磁ヨーヨーは破壊できるので、当たらないようにしつつ攻撃を当てていきたい。なんとか倒せたのじゃ。コアに攻撃を集中したのが良かったのじゃよ。ステージ3もやっとクリアじゃ。A top secret order. Security system broke down. Code 9234. 指揮衛星ヒペリオンの極秘指令で、さらに敵基地奥の原子炉破壊を目指すことになったところで、今回はここまでじゃ。次回はステージ4からプレイしていくのじゃ。それでは次回もよろしくな。